ネズミ餅、もうすぐ花が咲きそうですね。新芽が盛んに出ています。こういうふうに切ったところの周辺っていうのはね、たくさん吹きますね。この段階で整理しておくとハサミ使わなくてもできますね。これとこれはね近すぎるんで一つ取ります。これも中にいってるからこんな感じにしとくとね、あとこのちっちゃいのも書いとくかな。それは出てきますよね。こういう風に真ん中に空間開けてありますので、そこを狙って、この辺とかこの胴吹きとかいっぱい出てくるわけですよね。でこの中のどれにここを任すかっていうのを選択するんですけど、これはあえてこれ芯にして使っていく手もあるかもしれませんけど、私としてはなるべくこの枝分かれから離れたところ、この辺は取っちゃってこの辺とかをこう伸ばしていくぐらいかなと思いますけど、この辺に関しては立ち枝ばっかりがね残っちゃうので、やっぱり取りたいなと思います。これはちょっと保留かもしれないですね。いいものになるかもしれないですね。こういうところにも密かに立ち枝が増えてますね。こういうのはこう柔らかいうちにねかき取っちゃうのが一番いいです。こういうとこね、これはいいとして、これはいいとして、これとかこれはねない方がいいですね。これね手で取れるうちに取っちゃった方がいいですよ。こんなふうに取っちゃう。で小さいですけど、これもね股のところから出てるでしょ。これね、こういうのも小さいうちに書いておくと後で苦労しないですね。そんな風にもう絶対不要だなというような胴吹き枝は取ってしまった方がいいです。今のうちで手でかけますからね。これ内側に向かって出てる芽はない方がいいですね。でこの細かいですけど、こっち側に向かってるやつね、こういきそうな芽は残しておきましょう。これも外側に行きそうなのは残しておいて、このまま中に入ってくるのはやめた方がいいですね。これもいらないですね。この辺はもうちょっと伸びてから考えましょうかね。今結論出さなくてもいいでしょう。もう少し眺めてみます。この立ち枝はないな。これはね、隣は枯れ枝かな。ここはどうしたんだ。なんかくっついてるな。葉巻か。綴られてますね。葉巻虫入ったみたいですね。糞があって食べた跡がありますね。まだいるのかな。出てっちゃったのかな。随分早い活動ですね。出てきました。出てきましたね。君だったのね。葉巻虫ですね。君だよ、君だよ。ダンス。でこの害虫というかですね、芋虫の処理方法なんですけど、潰したりしてもいいんですけど、私の場合は、金魚を飼ってますので、金魚に食べてもらいます。
新芽も虫も一生懸命出てくる時期ですよね。こういうとこの胴吹きですね。やっぱりこういう切り口の周辺っていうのはね、どうしてもこういうふうにたくさん吹きますから、今のうちに不要なものは取ってしまいます。この真ん中をどうしようと思ってるんですけどね。この真ん中の空間に向かってたくさん芽が出てきますね。この寝かせておいた新しい幹というかひこばえですけど、下に向けて寝かしておいたんでね、芽がこういうふうにはなってたんで、変な方向に生えてますけど、今回これをこう起こしておきます。これをこう次の3本目の幹にして将来的に使っていきますんでね、今のうちに立て起こしておきます。こうやっといたから真上に伸びちゃったんですけど、こう起こすと多分こう上がってくると思うんですね。取ってもいいですね。だいぶ癖がついてくれましたんで。支柱を立てて起こします。こう起こすか。こういうふうに。これが治ってくるかどうかですね。まあしばらく様子見ましょう。多分上に向くと思います。これは後々災いしそうな枝ですね。まあ様子見ましょう。この辺はちょっと多いよね。これは内向してるんで、もう今のうち取っちゃいます。これも多分ダメでしょうね。こっちはちょっと勢い強いからな。でもこうでしょうね。こう出てもいいかもしれないね。これかこれですね。ここを使うとすると次これですよね。ここはちょっと近いけど、こっちには欲しいっていう感じですかね。これをどうしようかな。多分ここで太くなっても後で切るんじゃないかな。こうなっちゃうってことですね。ここのこれは2年目3年目にはこうなるってことですね。使うかな。これをここまで切り戻すってことはあり得るかもしれないですね。その時使うかもしれないですね。残しときましょうか。これは多分使うことはないでしょうね。今のうちですね。これはこうなるってことですね。ここにもこうなる。これがうまくこうなったら、これはなくした方がいいですね。これとこれ喧嘩しちゃうんでね。これの出方次第ですかね。常緑樹はね、こういうふうに新芽が固まって確定すると、古くて不要な葉っぱっていうのは落ちます。葉っぱが落ちるのはね、落葉樹も常緑樹も同じです。ね、これ2、3年使った葉っぱはなくなります。これももう立ち枝なんでね、ここで大きくなられても多分困るでしょ
残しておいても先々に必ず切る枝ですから、もう今のうちになくしましょう。これもね、これも内向枝ですもんね。今のうちになくしましょう。これもこれね、もう交差していくの分かってますもんね。胴吹き芽は今のうちにいらないものは取り除きます。可能性があるものは残しますが、この辺は絶対いらないですね。これもいらない。これは可能性としてはありかもしれませんけど、これとかこれはいらないですよね。小さいうちにかき取っておきます。で、去年取らなかったこの胴吹きもですね、必要なものだけ残して、これはここで枝にできるかもしれないですね。向こうに行ってるのは、これは、上とも重なってますのでない方がいいですね。かき取れるかな、ちょっと無理かな。後でハサミで切りましょう。でこっちも2本並んでる必要はないのでね。でここに必要かというと、どっちが必要かというと、まあこっちの方が活かせますね。こっちは内向というか幹切り枝になってしまいますんでね、取りましょう。これとこれを取ってこれを残しましょう。これは紐で引っ張ってちょっとこんな風に誘引しておきましょう。うどんこ病は放置すると他に移っていきますし、花つきにも影響しますので、気がついたら取って殺菌剤などをまくのが良いでしょう。あとは花が終わったツツジなどの花がら摘みですね。種をつけさせないために子房と呼ばれる花の付け根の膨らみの部分から摘み取ります。さて、あとは藤の花がら摘みをしなければなりませんね。種をつけさせないことも大事ですが、何せ散らかります。うちの藤はちょっと奥手で、ご近所の藤が咲き始める頃、まだつぼみは硬く、ご近所が花盛りの時にようやくつぼみが開き出すという感じです。ご近所の花が終わる頃、うちの花はピークでした。藤の一つ一つの花は一日花なので、毎日相当量の花がらが落ちます。池のポンプが詰まるので、この連休に花がらを摘むことにしました。藤はとにかく種
種を作らないっていうの大事ですね。まあ適当にこの折りやすいところで折っちゃえばいいですね。ここそうすると、まあ3目ぐらい残る感じで取れると思いますんでね。ハサミ使わなくて全然平気ですよ。手でね。いらない。あ、なんか日が出てきちゃったな。さっさとやっちゃいたいな。こんな感じでポキポキやっていくだけです。ちょっとね、松の緑摘みに似てますよね、作業が。地味です。非常に地味な作業ですね。このつるがね、伸びてきますよね。まだつる巻きするには早いかなって感じですけど、まあついでですから、ちょっとこう巻いておくとね、これがビョンビョン伸びてってこう絡んでいくでしょう。だからまあ巻いといた方がなんですね。まあ無事綺麗でね、ほんと楽しませてくれるんですけど、まあ手間かかるし、咲いてる時期ね、花の時期はほんと短いですからね。まあ一瞬のためにこういう手入れしてんのかと思いますけど、まあそういうもんですよね。損得考えたらやってられませんね。こうやってね、折れちゃったりするんですよね。さっきつる巻きしたやつですけども、新芽も柔らかいんで、ちょっと触るとポロッと折れちゃいます。まあそれでしょうがないですね。どんどん新しいつる出ますから、取れちゃったら取れちゃったで全然構いませんから、たったとやっちゃいましょう。慌ててる慌ててる。飛べ。なんだよ。飛べ。行け。べーん。今年もまたこの鶴との戦いですよね。去年はちょっと油断して上まで上げちゃったんでね。今年はちょっと頑張ろう。ご視聴ありがとうございました。